はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。フラッシュ建具ってどうやって作ってるのということなんですけれども、フラッシュ建具っていうのは凹凸もない普通によく見るドアのことです。そう普通のドアです。扉自体が軽くって安価に製作できるために普及していると思っています。表面材はね、月板とかポリとかメラミンシートみたいな薄い素材を貼ることがね結構できるようになってるんですよね。既製品も結構フラッシュ扉でできてるので、この仕組みというか建具の作り方は知っておくのは結構いいんじゃないかなと思います。デザイン的にね、底目地を作ったりとかしてパネル張りみたいにねこうするのであれば、表面材料を二重に貼ったりとかね、少しデザインすることはもちろんできるので、ただシートをペタって貼ったり、クロスもそうですけどね貼るんであれば、そうですね、ベニヤの下地を作っておけば、すぐ仕上がっちゃいますと。それによって、扉の厚みっていうのもしくはねこう中身の芯材がこう変わってくるんですよね。で私の設計自体はだいたい36ミリぐらいの厚みでいつも書いているんですよ。フラッシュドアの設計をするときにね。でこのドアの厚みって、結構重要で、既製品のレバーハンドルとか鍵がそのあたりのドア厚みねの寸法に対応しているかどうかって結構重要になるので、厚みっていうのは結構気をつけてます。例えばですね、川順さんカタログをちょっと見てみてください。知ってます？川順さんっていうそこまでね高くないのにデザイン性が結構いいんですよ。なんで内装の鍵とかも用意されてるし、コスト的にもデザイン的にも使いやすいメーカーさんなんですよね。でただね、玄関扉とか無理で、セキュリティの高い鍵をつけたいのであればミュアロックさんとかね、そういうしっかりした鍵メーカーさんにお願いするっていうのがいいと思います。でもっといろんなね建具や、取っ手とかもっとかっこいいのないかなって言ったらユニオンさんとかねいいですよね。結構数多く揃ってるのでたくさんありますよね。でもっと安くとかなんかあったら安いかどうか分かんないんですけど、もっと違うのってなったら、白熊さんとか、ベストさんとかね見ておくといいと思います。他にもね金物メーカーはたくさんありますので調べてみてください。でフラッシュ建具、フラッシュ扉本体の製作方法をね簡単に説明していくと、かまち扉と同じように四方に木をねぐるっと回すんですよ。厚み太くね100とか120とか150とか鍵をね後で掘ったり取っ手をつけたりする場所があるんで、そんぐらい太くしとかないといけないですよね。で、あとはね素材は LVL とかよく使われてますね。建具ってちょっと反ったら閉まらなくなったりするんで、反らないように四方を回したと横桟とかねはしごのように骨組みを組むわけなんですけど、で組まないこともありますけど、それは、作り方によると思います。でその中にハニカム状の材料を入れたりもしますよね。そうするとだんだん反らなくなってくるわけですよ。反りづらくなってくるか、反らなくはならないです。反りづらくなってきます。でなので、実はね中身は結構スカスカなんですよ。だから軽いってわけなんですが、でね軽いって何がいいかっていうと、やっぱ壊れづらくなるからいい。ドアは開いたり閉じたり動くものなんですよ。で建築物ってあんまり動きに弱いんで、地震とかで動いたらやっぱ壊れちゃうじゃないですか。で、その部分、扉だと常に動くんで使うたんびに壊れやすいんですよ。で扉自体が軽いとそれを支える長板とか引き戸のレールとかの金物がもちろん強度が、そんななくても壊れづらくなってきますよね。でその金物を支える枠も接合部にも負担がかからなくなってきますよね。だから軽いイコール壊れづらいっていう風につながってくるわけですよ。かといってねかまち戸でめちゃくちゃ無垢の重たい扉を作ったからって壊れるのかっていうとそうでもなくって、ちゃんとそれに見合った金物をつければ壊れづらくなってきますので、それは設計の腕の見せ所ってやつですよね。で制作過程の方に話をちょっと戻すと、骨組みが、
組めたら薄っぺらいベニヤでね表面を蓋するんですよ。で薄っぺらいっていうベニヤっていうのはだいたい 2.5 から5ミリぐらいですかね。なんかこう思いっきりパンチしたら穴開きするんですけど意外と開かない。これがまたでその、ベニヤが化粧パネル、要はそのまま仕上がってるパネルになってることもあれば、その後にシートや突き板、ポリ板や、メラミンを貼ることもできるっていうことです。でそしてねプレス機でちゃんとバシッとこうプレスして、押し付けてくっつけちゃうってことです。でここまで来たら扉の小口、要するに正面じゃなくて4周をねこう大手って呼ばれてる場所なんですけど、建築のその建具用語としてはね、そこに木を回したりメラミンやシートを貼ることだってできます。そうあと長板をつけるところだったり取っ手をつけるところをこう掘ったり穴開けたりとかしておかないといけませんよね。でそれは NC 加工機とか自動でこうデータビューって開けてくれる機械とか、手作業でルーターですよね、ルーターっていう機械で穴開けたりする加工されますと。そして、取っ手とか長板とか金物をつけて工場から、現場へ送られる、つけてっていうか、一緒に送られるってことなんですけれども、となると枠はってなりません？枠と建具セットじゃないのっていうのはメーカーさんはねって話なんですよ。で作るんだよ、これは先にこう木材を加工してね、枠はね現地を送られていて大工さんが先に取り付けてるんですよ。なので枠は材木加工をしているところ、要はそういう機械が持っているところがいいわけですよね。いいっていうかそういうところで作ってるわけで、一緒にねやってくれるところもありますけれども、機械が違うので場所が違う可能性があるよってことです。でここまで聞いてなんとなく作られ方って分かってきましたかね。本当は工場行けばね一発で理解できるんで、もう本当ぜひ工場見学してみてください。なんか小学校の頃なんか思い出しません？パン工場とかパン工場の見学とかそば打ち体験とか、そば食べ過ぎて僕嫌いになったりとかしましたからね、一時期。なんかそういったまずは物を見るって結構重要で、やっぱ小学生の頃に戻った方がいいんじゃないかなと思っていて、皆さんもねちょっとぜひ工場を見てみてください。で今日はねフラッシュ建具ってどうやって作っているのという質問に答えてみました。建具を作る工程をね知ることで図面をね理解して書けるのでどんどん楽しくなるはずですし、応用聞くようになるので自分が考えてオリジナルのデザインの建具をぜひぜひ作って、制作のね設計図に生かしてみてください。